ある日突然行方不明となった2人の少女が売春漬けにされている可能性が浮上。悲痛な失踪事件の背後に潜む鬼畜集団とは。2001年12月8日、韓国テグ広域市。その日、中学3年生の少女2人が行方不明となりました。少女の名はミン・ギョンミとキム・ギミン。2人は放課後、数人の友人と繁華街に繰り出し遊んでいたのですが、友人たちと別れた後、連絡が途絶えていました。いくら待っても娘が帰ってこない。心配したギョンミの母は警察に捜索願いを出します。しかし警察はまともに取り合ってくれず、家出として処理されてしまったんです。家出なんてありえない。それから何日かしてギョンミの母の元に電話がかかってきました。助けてお母さん、今プサン駅に。これを最後に彼女たちの消息について何の手がかりも得られぬまま月日が流れました。そして2人の失踪から22年後、事件当時の状況を見た専門家から有力な説が提唱されます。2人はおそらく売春宿で監禁されています。ある日突然姿を消した中学生の少女たち。彼女たちの身に一体何が起こったのか。2人が連れて行かれたとされるその場所はまさにこの世の地獄だったんです。おさつけちゃんです。やみやみこんです。というわけでね、最近ね、バッドホップをすごい聞いててですね。バッドホップっていきなり言われても分かんない。何？川崎のね、不良たちがグループ作ってラッパーとして駆け上がってね、これすごくて、ヒップホップのジャンルって日本だとね、あんまり人気ないんですけど、ヒップホップグループで初めて東京ドームでライブをやって、最後それで解散するっていう今年。もう解散したんですけど、もうすごいんですよ、本当に。はい。本日ご紹介するのは2001年に起きた韓国の失踪事件について。ある日突然、2人の少女が姿をくらまし、20年以上もの間、消息をつかめずにいたんです。20年ってことはさ、最悪な事態を想定しちゃうんだけど、大丈夫なのかしら。彼女たちは一体どこでどんな目に遭っていたのか。この事件の謎をね、紐解いていくと、韓国社会の闇も見えてくるんですけれども、そもそも一体ね、どんな状況で事件が発生したのか、見ていきたいと思います。消えた美人中学生。2001年12月8日、韓国テグ広域市。当時15歳の女子中学生ミン・ギョンミとキム・ギミンは同世代の女の子と比べて背が高く、容姿にも恵まれていました。そのため地元では美少女として有名だったようです。そんな2人の日課は学校帰りに買い食いしたりカラオケで熱唱すること。その日も同様、ギョンミの彼氏やクラスメートたちと一緒に放課後を満喫していました。楽しい時間はあっという間に過ぎていき、気づけば時刻は深夜0時近く。さすがに親も心配すると思ったギョンミとギミンは友人や彼氏と別れ、バス停に向かったようなんです。一足先に帰宅したギョンミの彼氏はふと心配になって彼女の携帯に電話をかけました。しかし一向に繋がらないんです。その時彼氏は妙な胸騒ぎを覚えたようで、今度はギョンミの自宅に電話をかけてみることに。すると電話に出たのはギョンミの母親でした。ギョンミ帰ってます。携帯繋がらなくなって。それに対しギョンミの母親は驚いたように答えました。ギョンミはあなたと一緒にいるんじゃないの？もう嫌な予感しかしないわよ。ギョンミのね、母親も彼氏もすごく心配ですよね。友人たちと別れた2人に一体何があったんでしょうか。ねえ、ギョンミとギミンの家の方のバス、もう最終出ちゃってない？ 2人と別れる前、時刻表を確認した友人が心配そうに尋ねたのですが、ギミンは意外にも焦った様子はなかったそうなんです。大丈夫。お兄さんに近くまで迎えに来てもらうから。実はこの頃、ギミンにはお兄さんと呼んで親しくしている年上の男性がいました。ギミンは淡い恋心を抱いていたのでしょう。友人にしきりに彼のことを紹介したがっていたといいます。彼女たちが通う学校でも愛車でギミンを迎えに来るお兄さんが頻繁に目撃されていました。ギョンミも一緒に乗せてってもらおうよ。そうして2人はタクシーに乗り込み、お兄さんが待つというテグ北部の停留所に向かったようなんです。実際2人がテグ北部の停留所付近で男性の車に乗り込む姿が目撃されています。しかしそのままギョンミとギミンが家に帰ってくることはなかったんです。中学生の子がね、年上の男性になんか憧れる、優しそうな男性に憧れるってのはわかるんだけど、知らない人についていくのはやっぱり怖くない？そうですね。その幼いがゆえの判断のミスが彼女たちの運命を大きく変えてしまったのです。いくら待っても娘が帰ってこない。心配したギョンミの母親は警察に捜索願いを提出。しかし警察はギョンミの失踪を家出として処理したんです。
実は当時の韓国では13歳未満でなければ失踪者として扱われませんでした。当時のギョンミとギミンの年齢は15歳。そのため警察は2人の失踪をただの家出と断定し、一切捜査を行わなかったんです。嘘よ、家出なんてありえない。ギョンミの母がそう考えるのにはいくつか理由がありました。まずギョンミが行方不明になる直前、友達と遊んでて遅くなっちゃったと連絡があったこと。そしてギョンミが2ヶ月後に控えていた中学の卒業パーティーを心待ちにしていたこと。さらに近いうちに母親と気になるカフェに行く約束をしていたこと。これらの理由を鑑みると、ギョンミが家出を計画しているとは到底考えられなかったんです。そして事件から20日ほど経った2001年12月28日、知らない番号からギョンミの母親に電話がかかってきました。ギョンミの母は恐る恐る電話に出てみます。すると、お母さん助けて、今プサン駅にいるの。聞こえたのは確かに切羽詰まった娘の声。しかしこの言葉を最後に電話が切れてしまいました。その後すぐにギョンミの母はプサン駅近くの交番へ向かいます。ところが必死に助けを求める母親に対し、交番の警察は冷たく言い放ったんです。こっちも忙しいんだ。家出なら宿を探せばいいだろう。確かにギョンミたちが行方不明になった日の前後、付近では強盗や殺人といった凶悪事件が頻発していました。その捜査で忙しいというのを理由に、結局警察は非協力的態度を崩さなかったんです。ギョンミと思われる人物からの SOS は一度だけではありませんでした。年が明け2002年3月頃、ギョンミとギミンの友人にあるメッセージが届きました。とても怖い。迎えに来てほしい。そのメッセージはチャットルームで送られており、送信者とされる人物は急いでチャットルームを退出したようでした。もう絶対家出じゃないじゃない。もう助け絶対求めてるじゃない、これ。SOS がね、2回も来るのもおかしいですもんね。さらにね、ギョンミの周りの人間への接触っていうのも、本人以外からもあったようなんです。その後、ギョンミの彼氏にも不審な電話がかかってきたそうなんです。よう元彼さん、俺はギョンミの彼氏だ。電話の主はギョンミの新しい彼氏を名乗り、ギョンミの彼氏を挑発。口論の末、2人は直接会うことになりました。電話の主が待ち合わせ場所に指定してきたのはテグ広域市にあるパルタルシジャン駅。なんとそこはギョンミの彼氏がその時にいた場所のすぐ近くだったんです。もしかして近くにいるのか。待ち合わせ場所で周囲を見渡し、不審な人物を探すギョンミの彼氏。しかし待てど暮らせど、電話の主は待ち合わせ場所には現れませんでした。何が目的？身代金？彼女たちの行方を確実に示す証拠は見つからなかったんですけど、このね、一連の経緯から大体の予想は実はつくんです。彼女たちは一体どこに行ってしまったのか。少女たちの行き先。事件から22年が経った2023年6月3日、韓国のテレビ番組「それが知りたい」でギョンミたちの事件が特集されました。番組内で2人の母親や友人たちはこう訴えかけていました。どんな姿でもいいから帰ってきてほしいと。番組の取材班は各地で聞き込みを行いました。しかしギョンミたちの消息をなかなかつかむことができません。そんな中、とある人権活動家から有力な説が提唱されるんです。このようなパターンは何回も見てきました。今回の失踪事件は人身売買の手口と酷似しています。というのもギョンミたちは失踪する直前、お兄さんと呼ばれる男の車に乗るところを目撃されていました。このお兄さんと呼ばれる男が幼い少女たちの憧れや信頼を利用し誘拐した可能性が高いというんです。やっぱり車のお兄さんって言われる男ね。もう本当にさ、誘惑して誘って少女を誘拐するのは卑劣すぎる。こうした手口はですね、近年児童の性的被害でよく見られる手法なんです。というわけで本日のメトラキーワード、グルーミングについて。加害者が被害者となる子供に近づき、信頼関係や親密さといったものを築いていき、性的搾取を行うことをグルーミングと言います。街で自然な様子を装って声をかけたり、 SNS や掲示板などで親身に話を聞くふりをして子供に接触していくんです。この手口の問題点は、しつこく言い寄ったり暴力的行動を見せることがないため、第三者からは発見されにくいところにあるんです。また、加害者が被害者になる子供たちにとって特別な存在になると、嫌われたくない、評価されたいと思うようになったり、加害者に対して恋愛感情を抱く場合も。そうすると子供たちは要求を断れなくなってしまうんです。このようなグルーミングの手口を使ってギミンと親しくなったお兄さんは、2人を家まで送ると嘘をつき、そのままある場所に連れて行ったようなんです。その場所は売春宿。実は2000年代初頭の韓国では同様の手口で女性が誘拐され、人身売買の被害に遭うケースが多く見られました。実際に被害を受けた女性たちが自身の経験をこのように振り返っています。思い出したくもない。死んだ方がマシって何度思ったか。誘拐した挙句に人身売買ってもう子供を人と思ってないわよ、この人たちは。死んだ方がマシってさ、被害者の女性が言ってるなら、ギョンミもそんな目に遭ってたってことなんじゃないの？二人の少女がね、連れ去られたとされる売春宿は、それはもう地獄のような場所だったんです。
汚職と売春。ギョンミたちが連れられたのは売春集積地と呼ばれる日本でいう遊郭のような場所だと考えられています。そこでは韓国各地から集められた女性たちが売春をしていました。中には未成年の少女の姿も。どう考えても卑劣な犯罪行為ですが、なぜか売春宿の運営者たちには警察の捜査が及ぶことはありませんでした。しかし悪事はいつか暴かれるもの。とある事件をきっかけに鬼畜の所業が明かされるんです。2000年9月19日朝5時半頃のこと、韓国テミョンドンの風俗街の中心にある3階建ての建物が窓から真っ黒な煙を吐き出しながら燃えていた。助けて助けて。必死に助けを求める住民らしき女性たち。火災を偶然目撃した男性は果敢にも女性たちを助け出そうとした。3階にいた女性を1人運び出した男性。残り5人の女性は2階に降り、男性は同様に外へ逃がそうとする。しかしなんだこれは。2階の窓を開けようとした男性は愕然とした。なんとそこにあったのは鉄格子。窓からの救出を諦めた男性は外階段からの救出を試みる。しかしそこに通じる鉄の扉も施錠されていた。助けて助け。そうして女性たちの叫びはだんだんと小さくなっていき、黒い煙に紛れて消えていった。結局中にいた女性たちは全員窒息し、そして遺族や生き残った女性の証言、現場から発見された被害者の日記から、この建物にいた女性たちは誘拐監禁された上に売春を強要されていたことが発覚したんです。さらに驚くべきことに、この建物の近くには警察署がありました。それにもかかわらず、なぜこのような状態が見過ごされていたのか。それは警察が賄賂をもらって黙認していたから。なんと警察は売春宿の無許可営業や建物の違法改造などを見て見ぬふりをしていたんです。その後2002年1月にも韓国北西部の町クンサンにて売春宿の火災事故が発生。そこでは女性14名と女性たちを監視していた男性1名が漏電とみられる火事で死亡しているんです。こちらも出口が塞がれて逃げられなかったことや、警察が賄賂を受け取り売春宿を黙認していたことが後に発覚。いやちょっとひどすぎる。当時のね韓国の状況を鑑みると、ギョンミやギミンも似たような環境で売春を強要されていた可能性が高いんです。誘拐の被害に遭った女性の一部も自分が売春宿に引き渡された時の状況とギミンとギョンミが失踪した時の状況がよく似ていると証言しているんです。そして被害者女性たちはこのようなコメントも残しています。ギョンミさんたちはきっと今も生きているはずです。その理由は主に2つ。誘拐の目的が売春の斡旋であるため命を奪われる可能性が低いこと。さらに現在の2人の年齢は30代後半。年齢的に売春からはすでに離れている可能性が高いからなんです。それはちょっと希望を持てる話よね。確かに生きてるっていうのは一つの希望なんですけど、逆に本人たちにとってはそれがね一番辛い状況だったりする場合もあるんですよ。2人が今も生きているならば、なぜ家族や友人たちの元に帰ってきていないのでしょうか。その理由を被害者女性たちはこう語っているんです。私たちは家族や友人に合わせる顔がないんです。人身売買の被害に遭った女性たちは監禁や売春といった絶望的状況からだんだんと希望を失ったといいます。そしてこのまま生きていくしかない、自分のひどい生活を話して家族を傷つけたくないなどと無力感に陥り、自分の辛さや悲しみを打ち明けることができなくなってしまったんです。同様の被害者の中には家族と10年以上断絶したり、さらにひどい場合は精神を病み精神病院に収容されている人もいるんです。子供ゆえの純粋さにつけ込まれ人生を狂わされたギョンミとギミン。テレビ番組それが知りたいの中では2人の現在の姿を予測したモンタージュ写真が公開されました。当時と変わらない笑顔で笑いかけてくる2人を見て、母親や友人たちは涙を流して2人に語りかけるんです。あなたは何も悪くない、大丈夫、あなたは戻ってくるだけでいい。ギョンミとギミンは遠い地で、あるいは病院の中でこの番組を見ていたかもしれません。もしあなたが2人のように家族を傷つけてしまうかもしれない事情を抱えたとしたら、それでも家族の元へ帰ろうと思いますか？